こんにちは、宮沢優衣です。今日はですね、あなたの学級にリーダーが増えていかない本当の理由、このテーマでやっていきたいと思います。よろしくお願いします。学級経営上、リーダーというのは非常に重要な役割になってきます。学級は当然成長していきますけれども、リーダーの役割、そのポストに位置づいた子どもは一層成長加速していきます。とっても重要なポジションだと思うんですけれども、中にはですね、こんなことをおっしゃる先生いるんですね。うちの学級には全然リーダーがいなくてとか、あるいはベテランの先生、昔はリーダー気質の子どもが多かったんだけれども、最近は全然いないんだよね、減ってきてるよね、なんていうようなそんな言葉を言う先生が中にはいるんですけれども、これ大きな間違いだと思います。リーダーっていうものはいるものではない。リーダーっていうものは増やしていくことができる、育てていくことができるんですね。という意味において、4月から半年経った今9月10月ぐらいですね、リーダーが増えてきていない。リーダー的ポジション、なんか係長とか委員長とかなんとか長とかっていうものを立候補を募った時にですね、その手の挙手の数がですね増えてきていないのであれば、ちょっと厳しい言い方するかもしれませんけれども、担任のこれまでの関わりが不適切だったと言わざるを得ないんじゃないのかなというふうに考えています。ではどのようにしてリーダーを増やしていくことができるのか、今日この動画最後までご視聴いただければ、リーダーを増やしていくための方法ではなく、リーダーが増えていかない、これやっちゃいけませんよっていうものを紹介していきたいと思います。いい学級を作っていくことよりも悪い学級にしていかない方が楽なんですよね。まずはそこから学んでいきましょう。よければ最後までご視聴ください。よろしくお願いします。宮沢優衣教育研究所。さあ、早速やっていきましょう。あなたの学級にリーダーが増えない本当の理由、今日は4つ紹介していきたいと思います。まず1つ目、リーダーにタスクを押し付けている。これよろしくないですね。リーダーに与えたいものはタスクではない、課題ではない、責任ではない、損ではないわけですね。リーダーに与えたいものは益なんですよ。プラスなんですね。責任ではなく責任感で十分なんですね。リーダーをやったことによってこんなにいいことがあったぞっていうふうに思えないと、リーダー自身が希望に満ちてキラキラ光っていないと、周りの子どもたちが次私もリーダーやってみようっていうふうに思えるわけがないじゃないですか。リーダーがいつも疲弊していて、休み時間も遊ぶことができず疲労困憊している、そういうブラックな労働環境を作っているような教師はですね、ちょっとリーダーを増やしていくことは難しいかなと思います。ぜひぜひホワイトな環境でリーダーというポジションを謳歌させてあげてください。これが1つ目です。2つ目はですね、リーダーが報われる瞬間を作っていない。やっぱりリーダーをすると重圧があるわけですよ。ちゃんとしなきゃ、頑張らなきゃっていうふうに思うわけですよ。そんな重圧と戦っているリーダーに対してですね、ふとした時にありがとうとか、頑張ってるね、成長してるね、あなたのおかげでこの班が、学級が、委員会が、クラブが、全校がすごく楽しく明るいものになっているよっていうような言葉がけを担任が言っているかどうかではなく、友達がそのリーダーにきちんと言っているかっていうところですね。子供がそういったポジティブな発言を言われて嬉しいのは担任からじゃないんですよ。子供はやっぱり子供から言われることが一番嬉しいんですよね。でも子供たちっていうのはそのポジティブ発言を使いこなす力がまだまだ未熟です。だから学校に来て、その力を養っているわけですね。なのでそういったポジティブ発言っていうのは待っていたって出てこないので、きちんと時間を確保してリーダーに対するねぎらいの言葉、励ましの言葉、感謝の言葉っていうものを伝えるような機会をきちんと設定してあげる必要があるんですね。その設定した時間を周りに見ている子どもたちが、リーダーになって頑張ったらこういうふうに温かく迎え入れてもらえるんだな、自分も次やってみたいなっていう次なる成長の意欲の芽を育てることができるようになるということです。続いて3つ目、リーダーの魅力を担任がそもそも答えられないということですね。よく言うんですよ。リーダーになったらとってもいいぞ、いいことがあるぞ、だからリーダーやりなさいっていうふうに言うんだけれども、じゃあリーダーの魅力って何なんでしょうか。リーダーをすることによって得られるものって何なんでしょうかって質問された時にですね、明確に答えることができますか。で答えたとしても、それって本当ですか。一般論じゃないですか。自分で本当に心の底からそれって思ってますか。例えば何々研究会に所属しているとして、じゃあ来年から何々研究会の何々部署の何々長をやってくださいって言われた時に、よし頑張ろうって即答しますか。これ即答しないですよね。変じゃないですか。だってリーダーのその魅力あるんですよね。じゃあやったらいいじゃないですか。子供には言うけれども、自分はリーダー的ポジションを避けたがる。
これ言ってることとやってること教師違うんですよ。そういうところ子供見透かしてるんですよね。教師の言葉に力が宿らず子供の心に響くことができないということです。もう一度お尋ねします。あなたにとってリーダーの魅力って何なんですか？きちんと即答できますか？これ自分で自分に腹落ちさせる必要があると思います。腹落ちすることができたら子供に伝える言葉に力が初めて宿ってくると思うんですね。一般論なんていらないんですよ。正解なんていらないんですよ。そんなものはないと思いますしね。自分なりの答え、自分なりの言葉で語ってやれるものをきちんと教師一人一人が持つ必要があると思います。ちなみにですね、僕の答え、これ僕の答え今言いたいんですけれども、その答えに引っ張られてそれをそのまま子どもたちに言ったとしてもやっぱりそれ響かないと思うんですね。だから言おうか言わないか非常に迷ったんですけれども、一応参考程度に言いますよ。でもこれに引っ張られないでくださいね。無意味ですからね。僕は子どもたちにこういうふうに伝えていますよ。リーダーになると成長することができる。これがリーダーの最大の魅力だ。こんな言葉があるぞ。環境が人を育てる。厳しい環境の中で生きていけばその厳しい環境に打ち勝つだけの力を持つことができるし、ぬるい環境にいればそのぬるい環境の中でまったり生きていくようになる。これどっちがいい悪いじゃないんだよ。ただし今よりも自分自身が成長したいっていうふうに思うんだったら、今よりも緊張するようなドキドキするようなちょっと頑張ってみようって思えるような環境に身を置けば自動的に成長できるようになってるんだよね。じゃあもしも成長したいっていう人がいるんだったらぜひリーダー挑戦してみたらいいんじゃないの。ちなみに先生の話だけれども、この前何々研究会の何々委員長っていう人、偉い人からなんとかのなんとかリーダーっていうものをやってみませんかっていうふうに言われたんだけれども、ちょっと不安な気持ちになったんだけれども、子どもたちいつもこう言ってるじゃないか。そして自分自身が成長したい。だから先生もリーダーやることにしたぞ。今年から先生今リーダーやってるぞ。一緒に頑張っていこう。一緒に成長していこうぜっていうような言葉を子どもたちにかけてあげられるかどうかっていうことですね。これどっかに答えが載ってるとかそういうことじゃないわけですよ。自分自身が腹落ちをしているが、そしてその経験を今まさにリアルタイムで伝えてあげられるような自分として生きているか、生き様ですよ。そういった生き様っていうものが子どもたちにねダイレクトに伝わっていくんじゃないのかなっていうふうに思います。これが3つ目ですね。リーダーの魅力、そもそも担任答えられますかっていうところですね。最後4つ目です。あなたの学級にリーダーが増えない本当の理由。4つ目ですね。これで最後になります。リーダーの子どもたちを全然特別扱いしてあげてないっていうことですね。リーダーの子どもたちはもう特別扱いしてあげてください。VIP 待遇してあげてください。もうとってももうしこたま褒めてあげてください。でなんか困ったことがあったらもうあからさまにそのリーダーたちを呼んでですね、どうしたらいいだろう、こうしたらいいだろうっていうふうに相談を持ちかけてあげてください。私たち頼られてるんだなっていう、そういうように思えるような態度を露骨に示してあげてください。それを継続していくことで、リーダーというのは少なからず自信をどんどん身につけていきますからね。ただそんなことを言うとですね、こういう質問が必ず返ってきます。そんなことしたらひいきって言われるじゃないか、周りの子供と差がつくじゃないか、特定の子供たちだけたくさん褒めてよし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 して相談なんかもしちゃったりして、あの先生はひいきしてるっていうふうに言われるじゃないか。結局全体として見た時に学級経営、その組織経営が、組織運営がうまくいかなくなってくるじゃないか。それはダメだろうっていうふうに言われるんですけれども、ナンセンスです。やっちゃいけないのは教師が何の根拠もなくお気に入りの子供を呼んでよしよしする。これはひいきですよ。今僕が呼んでよしよししてるのは誰ですか？リーダーですよ。リーダーは誰が決めたんですか？自分たちで立候補した、あるいはその立候補したものから子どもたちが自分たちで投票かなんかして選んだ、つまり学級全体の民意が反映されている者たちでしょ。その子どもたちを僕が呼んでよしよししてる。みんなが送り出した人をよしよししてるわけですよ。じゃあよしよししてほしいんだったら挑戦したらいいじゃないですか。僕が別にお気に入りで、僕の個人的な理由でよしよししてるわけではないっていうことですね。チャレンジをしたらそれだけのリターンが返ってくるっていう姿をきちんと子どもたちに見せてあげる、いわゆる因果応報ですね。いいことしたらいいこと返ってくるんだ。挑戦したらその分のリターン返ってくるんだ。悪いことしたら悪いこと返ってくるんだ。挑戦しなかったら何の見返りもないんだっていう状況を教室の中、そのチームの中に作ってあげることで、次なる挑戦の意欲の芽を育てていくことができるっていうことですね。こういったことを続けていくと、そのリーダーに対する見る目、リーダーというものに対する
見方、印象が全然変わってくると思いますね。僕はこれはリーダーのブランディング化と呼んでますけれども、リーダーというものは面倒くさいものではなく、キラキラ輝いた、目指したい、つい憧れてしまう、そういうような存在に教師が仕立て上げていく、演出していく必要があるっていうことですね。今日も最後までご視聴いただきありがとうございます。もしもですよ、今日紹介したこの4つの中で1つでも当てはまるものがあれば、自分自身ダメなんだじゃなくて、伸びしろですよ、改善しろがあるっていうことなんで、落ち込む必要なんてないです。まだ学級経営半年もあるんですよ。今からいくらでも子どもたち学級伸びていきますから、ぜひこのクラスのリーダーを育てていく。リーダーはいるものじゃない、リーダーは育てていくものなんだ。このマインドチェンジをして子どもたちとまた明日からいい学級を作っていってくださいね。いかがだったでしょうか。今日の動画面白かったよ、役に立ったよというふうに思っていただけたら、よければいいね、コメントしていただけたらとっても嬉しいですし、リーダー不在で嘆いているような同僚の先生がもし近くにいたらですね、この動画シェアしていただけるとすっごい嬉しいです。よろしくお願いします。こんな感じで学級経営に関する動画1日1本配信しておりますので、お見逃しのないようにチャンネル登録をポチッとよろしくお願いします。最後一つお知らせさせてください。じゃん、こちら学級担任の1年というね、映像コンテンツ販売しております。とても人気で、先月もですね、先月だけで100本以上売れてたと思います。とっても人気の学級系映像コンテンツになりますけれども、この中にこのリーダーの選び方、この指導ノウハウを収録しています。今写真出てると思いますけれども、リーダーの選び方、育て方がきちんと機能してくると、もう立候補したくてしょうがなくなってくるんですね。で、立候補の人数も20人から25人、25人から30人でもどんどん増えてきて、もう演説してる人の方が多くなって、座ってる子供がもう1人2人しかいないっていうような、そんな逆転現象も起きてきます。そんな指導ノウハウがこの学級担任の1年の中に詰まっていますから、もし残り半年もっといい学級を作っていきたいよって方がおられたら、よければこちら覗いてみてください。お待ちしております。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんの学級経営、リーダー育成、心から応援しております。また明日次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。